皆さんこんにちは、須藤です。はい、元気いっぱいでよろしい。はい、じゃあ今日はファットジェムにさよならをするというお話をします。いつもはその開発者向けに話をすることが、開発者向けのつもりで話をすることが多いんですけれども、今日はジェムを開発している人だけでなく、使っている、普段皆さん使っていると思いますけれども、使っている人にこそ、考えてほしいテーマをご用意いたしました。簡単に自己紹介をしておきます。日本には何人か Ruby コミッター兼社長という人がいるんですけど、その中の一人が私です。で、私の会社はクリアコードっていうんですが、今年もシルバースポンサーとして Ruby 会議を応援しています。はい、上手にできましたね、皆さん。で、あとはコード懇親会っていうやつを今年もアンドパッドさんが協力してくれて開催できることになりました。で、もう締め切りなんですかね。人数がたくさんで入れないんですが、5月にコード懇親会楽しかったねっていうイベントをやる予定なので、今回のコード懇親会行けなかったという人は、そちらにも参加してみてください。っていう感じで、私のことも十分伝わってましたので本題に入ります。今日の話はですね、その5年前に同じようなタイトルのなんかお話をしたんですけれども、それの5年経ったアップデート、最新の情報を皆さんに共有して、私と同じ問題を皆さんにも考えていただきたいということになります。で、グッバイファットジェムっていうのはこのタイトルなんですけど、ファットジェムっていうのは、バイナリージェムとかネイティブジェムとか、そんな感じで呼ばれることもありますが、全部同じやつです。で、どういうジェムかっていうと、事前にビルドされたライブラリが含まれているジェムですね。これがファットジェムとかバイナリージェムとかネイティブジェムと呼ばれているものです。で、このファットジェムというのがどうして必要になっているのか、必要とされているのかというのを簡単に説明します。で、ファットジェムっていうのはそのビルドが必要なジェムなので、普通にインストールするとそのインストールする環境にビルド環境が必要になります。で、このビルドっていうのがその準備とかも含めて難しくインストールを失敗する原因になりやすいので、これをどうにかしたいっていうのがファットジェムが求められている理由です。で、ファットジェムを使うともうすでにビルドされている状態なので、単にコピーするだけでインストールが完了するんですね。なので基本的には失敗しません。なのでユーザーとしてはファットジェムがあると嬉しいということですね。で、今言っちゃいましたね、これね。ビルド環境を必要なので難しいということです。で、ファットジェムを使うとコピーするだけなので、その難しい作業をスキップできて嬉しい。ということで、そのユーザー視点で見ると、ファットジェムを使うことで嬉しいんだから、全てのこの拡張ライブラリーのジェムはファットジェムになってほしいと、そう思いますよね。思ってますよね、皆さんね。なんか何も考えずにみんなファットジェム使ってんでしょ？本当にそれでいいのっていう話がこれから始まります。で、これ私なんですけど、ファットジェムが本当にもう辛いんですよね。作ってる側からすると辛いのでやめたいと。で、なぜ辛いかというのをちょっと3つ今日は紹介します。で、2つはユーザー目線、皆さん目線の話で、1個が開発者目線、私とか目線の話になります。で、まず最初はユーザー目線の話になります。このファットジェムを使っていると、その最新の Ruby をすぐに使えないっていう状態に陥りがちです。これどういうことかというのを説明しますね。で、皆さんご存知の通り Ruby は毎年クリスマスにリリースされています。で、最新の Ruby には高速化だったり欲しい機能だったりみたいなのがあって、皆さんいち早くアップデートしたいと
思ってると思います。思ってますよね。思ってます。はい。思ってます。なので、そのクリスマスが来たら、サンタからのクリスマスだ。松本さんリリースしてないんですけど、って思ってすぐに自分たちのアプリケーションをアップデートしたいと思うわけですけれども、思うわけですね。ですけど、全てのファットジェムがその最新の Ruby に対応したバージョンをリリースしていないとインストールできないんですね。なのでその1個でも10個使ってたらその9個対応してても1個でも対応してなかったら使えないという状況になるわけですよ。で、なのでその皆さんが最新の Ruby 使うっていうのが阻害される可能性になりがちなわけです。実際の例をちょっと見てみましょう。去年は Ruby 3.4.0 が、クリスマスにリリースされました。で、よく使われているファットジェムの代表的なものがノコギリっていうジェムになるんですけれども、ノコギリのリリース日を見てみましょう。なんと同一日なんですね。すぐに使えるんですよ。最新の Ruby を。でもねこれねノコギリがすごいんですよノコギリのメンテナーがすごいんです。すごい頑張ってる。なのでリリースされた新しい最新の Ruby をすぐに使えるんですけど、全てのねファットジェムのメンテナーが、そういうことをできるわけではないんです。そういうことを期待しないでください。でもユーザー視点だとやってくれって思いますよね。でもそれでいいんでしょうかというのが今日の私からの皆さんへの問いかけになります。その使ってるだけからするとファットジェム作ってるやつら頑張れよ。俺らそれですぐに新しいジェム Ruby 使えるようになるし、なんかインストールも失敗しないしみたいな気持ちになりますよね。で、そういう生活を続けてるとどうなるでしょうか、この世の中は。Ruby リリースされたらすぐに FATGEM リリースするぞ、そういう覚悟がない人はジェムを開発しよう、メンテナンスしようとは思わなくなるんじゃないですか。するとジェムの数も拡張ライブラリじゃないジェムは増えるかもしれないですけど、その拡張ライブラリでやるべきみたいなジェムが増えにくくなって、結果としてそういうユーザーのみんなにも生きにくい世の中になってくるのではないでしょうか。それが私たちの望んだ世界ですかという話を今日はあと2ターンしますでもね、皆さんも気づいていると思うんですけれども、その最新の Ruby 用の FATGEM がリリースされてなかったら、ファットジェムじゃない普通のジェムとしてリリースするみたいなのを自動でインストールするみたいな仕組みがあれば解決するんじゃないのと、そう思いますよね。気づいてましたよね。今の話を聞いてる中で皆さんはすでに気づいててほしいんですよ。でね、Python のファットジェムみたいな仕組みにホイールっていうのがあるんですけど、そいつはそういうことをやっているので、RubyGem でも同じような仕組みを実現することはできます。できるんですけど、じゃあそれやったとして果たして皆さんは使うのでしょうかと、私はノーだと思うわけですね。じゃあなぜノーだと思うかというお話をしていきましょう。で、よくあるシナリオ、私が思うよくあるシナリオなんですけど、Ruby 3.5 がまた今年のクリスマスにリリースされますと。で、その中で、自分たちの使ってる A っていうファットジェムが、まだすぐには対応してくれなかった。でね、もし最新の Ruby 用のファットジェムがまだリリースされてなかったら、普通のジェムとしてビルドしてインストールするみたいな仕組みでインストールされるというような仕組みがあったら、そのファットジェム A の Ruby 3.5 対応版がない時でもバンドルインストールはちゃんと走るんですよ。走るんですけど多分ビルドに失敗するんですね。
っていうのはそのアプリのそのデプロイ環境みたいなところに多分皆さんビルド環境を用意してないんですよ。その今まで FATGEM 使っている時には必要なかったので。とすると皆さんは何をするか、私の予想ですけど 3.4 でいいかって言うと思うんですよ。その FATGEM じゃない普通の GEM 化としてインストールするっていう選択肢を取らないと思うんですね。ということで、その仕組みがあっても使われないだろうと思います。で、別のシナリオとしては、その FATGEM がリリースされてないからその最新の Ruby を使えない、そこに阻害されちゃう FATGEM ないから最新の Ruby 使えないのが嫌っていうような考え方もあるでしょう。で、その場合はですね、多分常に FATGEM を使わないと思うんですね。その常に自分からビルドしてその FATGEM じゃなくてもインストールできる状況をキープするはずです。とするとやっぱり使わってないんですよね。この FATGEM がまだリリースされてなかったら普通の GEM としてインストールする機能っていうの。なのでそのホイールではあるんですけど Python のホイールではあるんですけど Ruby と同じのを作ったとしても多分皆さんは使わないと思います。で、一応どうやって実装するかっていうのをまとめておきましたけども、皆さん使わないと思うんで今日は説明をしません。はい。ということで、その FATGEM に依存した生活をすることにより一時的に快楽を味わうことはできますけれども、いずれそれのツケを払うことになるのではないでしょうかという話の2つ目ですね。ちょっとさっきの構造としては最新の Ruby を使えないっていうのに似てるんですけど、脆弱性っていう観点からの話になります。で、そのバインディングの FATGEM に限った話にはなりますが、なるんですね。なります。で、バインディングっていうのはその他のライブラリーを使えるようにする拡張ライブラリーですね。で、そういうタイプの拡張ライブラリーの場合は、その依存しているライブラリーも全部その FATGEM の中に入れちゃうんですね。入れちゃうので、その更新しないと古いその FATGEM 作った時のライブラリーをずっと使い続ける、ユーザーは使い続けることになっちゃうわけですね。で、この状態でその依存しているライブラリーに脆弱性が見つかったらどうしましょうっていう話ですね。で、対応する方法としてはもう一択しかなくて、FATGEM の作者が更新してくれるのを待つか、なんか危険じゃないように別の場所でガードするかなんですね。二択じゃん。一択で FATGEM の作者が更新してくれるのを待つ一択になるわけですね。なので、その FATGEM の更新、そのいつ脆弱性が発生するかは分からないわけですよ。その Ruby のリリースはクリスマスとか分かっているやつもありのとはちょっとわけが違うわけですね。なので誰でもすぐに対応できるわけではないんです。じゃあまたちょっとノコギリの例を見てみましょう。で、私がこれ調べた時の最新の脆弱性のやつはノコギリが使っているこの LibXSLT のやつでした。で、これが3月12日に公開されて、その修正されてこういう問題を脆弱性を修正しましたっていうのでリリースされてました。で、ノコギリはその2日後にリリースされてたわけですね。で、一般的にはですね、そのパッケージマネージャーの方が早く更新してくれます。そのセキュリティフィックスに。なんかそういうのを対応するような仕組みがすでに体制とかがあるので、そっちの方が早くなるので、私はそっちの方に依存した方がいい。FATGEM の各作者に依存するよりそっちの方がいいと思ってます。じゃあ実際どうだったかっていうのをちょっとデビアンを例にして見てみると、なんと3日後なんですね。ノコギリの方が頑張ってる。これを見るとね、皆さん頑張ればいいじゃんって思いますよね。FATGEM の作者頑張ればいいじゃんって思いますよね。本当ですか？それでいいんですか？これ2回目のさっきの同じ話になります。はい。で、次がちょっと今まではちょっとユーザー目線で
その FATGEM これで大丈夫でしょうかって話だったんですけど、ちょっと今度は視点を変えて開発者目線になります。で FATGEM をメンテナンスするっていうの自体がメンテナンスコストが非常に高いです。いかに大変かっていうのをこれからアピールしていきます。特にそのバインディングの FATGEM の方が大変です。でなぜかというと、そのクロスコンパイルっていうのをしなきゃいけない環境が多いからなんですね。でクロスコンパイルっていうのは、ビルドする環境と、そのビルドされたバイナリーを使う環境が違う状態でコンパイルするコンパイルの方法のことです。で普通はクロスコンパイルしないんですよ。普通はそのよほど必要に迫られた時しかしないんですね。なのでクロスコンパイルしようとすると壊れてるみたいなことが起こり得ます。結構起こり得ます。でそれがまず大変です。それ対応しなきゃいけないっていうのが大変になります。でね、皆さんすでに知ってるかもしれませんが、レイクコンパイラードックっていう便利ツールが実は整備されてるんですよ。私もこのレイクコンパイラーの方には関わっているので、ちょっと関係者ではあるんですが、整備されてます。でこれを使うと何が嬉しいかというと、このドックってこれドッカーの略のドックなんですけど、すでに整備されたクロスコンパイル環境が確実に手に入るですね。その環境整備で失敗する可能性がすごく減るんですね。なので、これ使えばいいんじゃない？ノコギリの人もこれ使ってるし、そう思いますよね。でもね、分かってない。クロスコンパイルが大変なんですよ。そのクロスコンパイル環境を作ることも大変っちゃ大変なんですけど、クロスコンパイルもできなきゃダメなので、ダメなんですよ。これだけじゃないんです。でね、FATGEM 作るぞってなったら、皆さんどんくらいの環境用のジェムをビルド済みのジェムを作らなきゃいけないか知ってますか？少なくともレイコンパイラードックで、準備できる環境をちょっと今から皆さんにお見せしようと思います。まず環境だけで11個あります。Linux の各種libc のバージョンとか、そういうのとかも含めて11個あります。でさらにメンテナンスされている Ruby のバージョンが基本的に 4ラインメンテナンスされているので、これを組み合わせで言うとさらに4倍になるわけですね。なんで44ジェム、44ファットジェム作るわけですよ。1回リリースするごとに。真面目にやるとね。どんな気持ちになりました？だんだん気持ち分かってきたんじゃないですか。でしかもね、クロスコンパイルだけじゃないんですよ。スタティックリンクっていうのもしてるんですよ。大体。それも難しいんですよ。ちょっと難しさをやったことない人に説明するのは難しいので、そんなに立ち入らないんですが、こういう ZLib とか CARL とか、こういう有名なライブラリみたいなのが複数のバージョン、いろんな違う FATGEM で使うみたいなのも当然起こり得るわけですね。各自スタティックリンクっていうので必要なもの全部一緒くたにしてるので、そうするとシンボルっていうのがぶつかってなんか思ったの通りに動かないみたいなのも起こりやすくなるわけですね。で田子森さんがネームスペースっていうのをやってて、それで解決するのかもしれないですけど、そうじゃないスタティックリンクしたくないんですよ。っていうので、こんな世界じゃこれからこの先 Ruby どうなってしまうんだろうと私は常々思っているわけですね。ということで解決策をご提案したいと思います。ビルド環境を自動で整備するような仕組みがあればいいのではないかというのが私からのご提案になります。でね、同じようにこういうことをすでにやっている Ruby のディストリビューションがあるんですよ。で Windows 使ってる人なら
大体使ってると思うんですけど、Ruby インストーラー2っていうやつですね。これがその自動でビルド環境を整備する仕組みを提供してるんですね。でこの Ruby インストーラー2っていうのはその MSys2 っていうビルド環境的なやつをベースに作ってて、そのユーザーもそれを使えるように簡単に使えるような仕組みを整備してます。でしかもこれ Ruby 用に作られたやつじゃなくて汎用的に作られてるやつなので、その Ruby が必要としているライブラリ以外のよく使われているライブラリとかもメンテナンスされているので、依存ライブラリもこの MSys2 に入っているパッケージマネージャーで簡単にインストールするっていうこともできます。でこれを実は RubyGems と結合しててですね、インテグレーションしててですね、Ruby インストーラー2くんはこの Gem のメタデータにこういうライブラリ欲しいんだよねって書いておくと、Gem インストールするときとかに勝手にインストールしてくれるんですね。なのでインストールしようとしたらその依存ライブラリがなくて失敗したとか、コンパイラーなくて失敗っていうのが非常に起こりにくくなっている。これを他の Ruby インストーラー2以外の環境でも実現できれば FATGEM なくしても困らないのではないかというのを考えているわけですね。っていうのを、3年くらい前に、この界隈がどの界隈なのか皆さんピンとこないと思いますけど、ちょっと相談したことがありました。で中身は今日説明したようなそのインストール失敗するの大変だから嫌だから何とかしたいね、自動で環境整備できたらいいんじゃないみたいな話ですね。でその界隈っていうのは誰かっていうと、その Ruby インストールを作ってる人とか、そのすごい頑張ってるノコギリをメンテナンスしてる人とか、私とかですね。で、ちょっと相談しました。でその結果どうなったかというと立ち消えましたね。立ち消えたんですけど、こういうケース対応できてないと困るよねとか、そういう必要なものは何かとか、そういうのが整理されたっていう成果は残りました。あとはやっぱやるしかないかっていう、私がやらないと誰もやらないのかっていう気持ちになったのでやってみました。でこれさっきの話が2022年なんですけど、これ2025年今年にようやく作ったやつですね。このRubyGems Requirements System っていう長い名前のジェムを作りました。でこれは RubyGem のプラグインとしても動くし、バンドラーのプラグインとしても動くので、簡単に使うことができます。でユーザーとしてはさっきみたいに簡単に使えて、開発者としても簡単に使えます。でどう使うかっていうと、この皆さん多分ジェムを開発した人でも使ったことがないと思うんですが、リクワイアメンツっていうのがジェムスペックにあるんですよ。でこれフリーフォームのテキストを入れられるところなんですけれども、そこにこういう依存ライブラリが必要だよっていう、メタデータを入れたら、さっきのジェムがいい感じに認識して自動インストールするようになってます。でこの requirements っていうところにシステムって書いたらいい感じに動くので、この RubyGems Requirements System というそういうジェム名になってるわけですね。非常に直感的だけど長い名前になってます。で、このジェムを使うと、ここに挙げてるような各種いろんなプラットフォームで自動でパッケージ依存ライブラリをそのシステム用のパッケージマネージャーを使ってインストールしてくるようになります。これを使うことによってですね、その FATGEM にしないとインストールが失敗して、困るという問題を解決できるはずで、そうすると FATGEM をやめられるはずです。で FATGEM をやめれば、今日紹介した3つの問題も解決するのではないかと考えているわけですね。で
問題がその代わり問題が発生しますね。で、よく聞くのが2つあります。で、1つがインストール時間が長くなってしまう。そうですね。やっぱビルドするのでね、単にコピーするよりは時間が長くなっちゃいます。で、あとは、Gem をインストールしただけでシステムが変更されるのは嫌っていうことですね。Node.js とか、Rust とかもそうですけど、自分のディレクトリ以下に依存ライブラリ全部インストールする仕組みに慣れてる人は、カレントディレクトリ以外を変更されるのをすごく嫌うわけですね。気持ちはわかります。わかるんですけど、システムのパッケージを使うことにより、システムのパッケージをメンテナンスしている人たちが脆弱性対応とかを代わりにしてくれるので、私はシステムのライブラリに依存した方がいいと思いますが、アプリのディレクトリ内で完結してほしいという気持ちもわからなくはないですっていう話ですね。で、そのインストールが長くなる問題に関しては、最近だとリソースも増えてますのでパラレルビルドして対応してもらえないかなっていうのが私の気持ちなんですが、どうですか？で、そのシステムが変更されちゃう問題に関しては、最近だとね、コンテナ使うことも増えてますので、そのアプリごとにコンテナ使うっていうので解決したりとか、あとはアプリごとにパッケージマネージャーを使うっていうのも一個やり方かなと思います。で、例えば最近ちゃんとメンテナンスされているパッケージマネージャーだと、そのコンダとかホナンとか VCPKG みたいなのとかは、そのシステムを変更するんじゃなくて、そのユーザー権限でインストールして、その特定のディレクトリ内で完結するようになったので、そういうのとインテグレーションするっていうのもありだと思います。あとは、その半分冗談半分真面目みたいな案だと、ホームブリューと仲良くすることにより全てが解決する未来はないのだろうかっていうのをちょっと思ってるんですが、思います。そのホームブリュー Ruby で実装されてますからね。ただホームブリューは特定の場所にパスにインストールされていることをちょっと前提にしているので、今の仕組みだとそのまま使いはしないんですけど、Ruby でパッケージもみんなで管理できて、かっこいい気がしませんか？しないか。しないか。はい。ということで、今日の私のご提案は、メンテナンスする人のコストを下げることにより、Ruby の世界がいい状態をこれからの子どもたちに残していけないだろうかという話をしました。で、皆さん知らないと思うんですけれども、FATGEM のメンテナンスは非常に大変なので、そこのメンテナンスするっていうのをなくすことにより、ユーザー側にもそのメリットは、その自動で環境を整備するっていう仕組みさえとか、そういう補助する別の仕組みがあれば、メリットはあるでしょうし、その開発者にとっても別のことに開発の時間を使う、新機能を作るとか、バグ直すとかっていうのも使えて、それがまたユーザーに還元されるといういい循環にもなるんじゃないでしょうかということですね。ということで、FATGEM をやめると皆さんが幸せになると思いますってすると思うじゃないですか。これで終わると思うじゃないですか。RubyGems の作者の人が、開発チームの人、何人か分かんないですけど、一人特定の人たちなのかもしれないですけど、RubyGems でもうホイールやろうぜって思ってるんですって。なんで、今日この30分かけて私が話したことの完全にひっくり返しですよ。っていう話もあるので、どうなるんでしょうね、これからね。で、私ちょっとそのホイールのメンテナンスにも関わってますけど、例えばその Python13.13 みたいなのがこの間リリースされたんですけど、そのホイールの 3.13 リリースされてまだリリースされてない状態
でどうなったかっていうとバグレポートいっぱい来るんですよ。なんでダメですね。ということで、どういう未来がいいかみんなでちょっと相談していきましょう。私はここら辺にいるので皆さん、なんかいい未来を一緒に考えていきましょう。ありがとうございました。